この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はシャトゥの飲みの市にやってきました。シャトゥはパリ西郊外にあり、パリの中心地から郊外鉄道で約45分ぐらいで着くことができます。駅からの行き方については私の他の動画でご紹介しているので、ご覧になっていただけると嬉しいです。この日は天気が良くなかったので、だいぶ水たまりができてしまっていますね。早速私のお気に入りのスタンドからご紹介させていただきます。こちらのスタンドではいつもとても可愛らしいものが売られています。日本人のお客様も多いようです。お店のマダムはとても親日家の方でいらして、いつも日本人のお客様が可愛いと言ってくれるのよと嬉しそうに話してくださいました。手芸用品やレース、可愛い小物が売られています。インスタグラムのリンクをこの動画の概要欄に貼っておきますので、どうぞ皆さんご覧になってください。私は右下のいちごのお皿が気になりました。こちらのお棒も可愛いですね。ミニチュアのお皿が素敵です。私は以前このお店でこのシリーズの小さなコンポティエを買ったことがあります。このお皿を買いたいなと思ったのですが、どの柄にしようかとても悩みました。テールドフェールのようですが、窯元は分かりませんでした。カフェオレボールが可愛いですね。次はシャトゥーの飲みの市といえば、毎回ご紹介させていただいている大変人気のあるスタンドです。庭があったら欲しくなるような装飾が置かれています。棚の中にも素敵なものがたくさんあります。好みのものばかりなのですが、特に気になったものを手に取って見ていきたいと思います。ジアンのソーシエール、サンタマンエアマージュ。アマージュの頭文字は H なのですが、フランス語では H を発音しないのでアマージュと発音します。このアカシアシリーズはとても好きなので悩みます。ムーランデル・エ・アマージュニースシリーズです。ディゴアンサルグミンヌカンヌシリーズです。花や葉っぱを使って
とてもセンスの良いディスプレイとなっています。アジサイの色がアンティークカラーで綺麗ですね。白の無地の食器はこちらに集められていました。ジアンの卵巣シリーズです。サンタマンのグアドループシリーズ。パリにあるサマリテーヌという百貨店の名前が書いてあるので、その昔その百貨店で作られたラビエなのでしょうか。ムーランデルーエアマージュマルソーシリーズです。バックスタンプはなかったのですが、私が持っているバドンビレに似ているかなと思いました。ブルー系の食器は磁器製品も含め人気があって素敵なものが多いですね。このソーシエルにもバックスタンプがありませんでした。ジアンのコンポティエ、色はいいのですが大きなシミが少し残念ですね。店の中をくまなく見るとまるで宝探しのようです。先ほどソーシエルにもあったアカシアシリーズです。私が初めて買ったヴィンテージ食器はこちらのお店で買ったアカシアシリーズでした。とても人気のあるサンタマン・アマージュのマリー・ルイーズシリーズです。コンポチエいいですね。ショージール・ロアです。このシリーズはずっと探していたシリーズだったので、見つけた瞬間にとても興奮しました。同じシリーズのレギュミエもありました。レギュミエとはスープを入れていたスーピエールより一回り小さいサイズのもので、フランス語で野菜のことをレギュームというのですが、そのレギューム、野菜を入れていたからレギュミエと名がついたのかと思われます。パンを入れる器でしょうか。かわいいですね。バックスタンプが読み取りにくかったのですが、イギリス製のようです。とても綺麗ですね。色ごとにディスプレイが分かれているのですが、こちらは茶色の器です。バックスタンプはなかったのですが、他のお店で同じシリーズがあって、それがリュネベルだったので、こちらはリュネベルかもしれません。ソーシエルを植木鉢代わりにするのもいいですね。飲みの市に来るとオーナーさんたちがいろいろなアイデアで食器を活用しているので、それもとても勉強になります。
この日は YouTuber のポネさんにお会いできました。前回の動画でポネさんとの食事会の様子を動画にしてあるので、もしよろしかったらご覧になってください。ポネさんはいつもアイデアあふれる動画を作成なさっていて、尊敬する YouTuber さんです。放浪素材のキッチン雑貨なども可愛いものがたくさんあります。飲みの市は基本的に現金でのやり取りが多いのですが、シャトゥではスタンドによってカード払いが大丈夫な場合があります。ただ1つや2つ買う場合はやはり現金が喜ばれますので、現金はお持ちいただくことをお勧めしております。私が着いた時にはもうすでに大量に購入されている方がいらっしゃいました。英語を話されているお客様も多かったです。フランス国外から買い付けにいらっしゃったのでしょうか。ポンパドールシリーズでしょうか。一歩遅くて買えなかったのが非常に残念です。こちらのヒイラギのお皿ももうすでに他の人に買われてしまっていました。キリがないのですが、そろそろ違うスタンドも見てみましょう。こちらも毎回のように購入させていただいているお気に入りのスタンドの一つです。グラスやキッチン雑貨はほとんどなく、食器、お皿関係が非常に充実しているスタンドです。先ほどのスタンドにもあったジアンの卵巣シリーズです。卵巣とは唐草の葉飾りという意味です。気になるものがたくさんあるのですが、一つ一つ全てをお見せすることは難しいので、お店全体の雰囲気を見ていただけたら嬉しいです。ところで今回は自分の声を入れて動画を作りました。先日お会いしたインスタグラマーの方に声を入れた方がいいよと言われて挑戦してみました。今までのように字幕だけがいいか、それとも声を入れた方が動画が見やすいのか、皆さんの意見をお待ちしております。サルグミーヌのルイ15世シリーズです。リュネビルです。リュネビルのポリクローム多色使いのお皿はいつも綺麗ですね。バドミレです。バラが可愛いです。お店の外に置かれているのはお買い得品です。次のスタンドにも行ってみましょう。好きなシリーズのラビを見つけました。クレイユエ・モントローのリノットシリーズです。お皿がたくさん重なっているとなかなか下の方まで見ることはできません。でもこちらのお皿は色が気になったので取り出してみました。バラの絵もとても好みです。こちらのスタンドはいつも
美術館のような美しい品々が並んでいます。リュネビルです。お高いですが、素晴らしいから仕方がないのかもしれませんね。前々回の動画で書いたように、フランス北部リールの飲みの市で私は足を怪我してしまいました。救護所で手当てをしてくださった方がドクターと連絡を取り、そのドクターがレントゲンを取った方がいいとおっしゃいました。結局骨に異常はなく捻挫だったのですが、かなり痛みがひどく歩くことが難しい状態でした。お医者様になるべく安静にしているように言われたので、2週間ぐらいまるでコロナ禍のロックダウン中のように家の中に引きこもっていました。シャトゥーの飲みの市だけはどうしても行きたいと思い、久しぶりの飲みの市散策です。リュネビルのカーネーションが綺麗ですね。飲みの市といってもシャトゥーの場合は大規模ですし、フォワードシャトーと名前がついているので、アンティークフェアといった方が正しいのかもしれません。会場が広くてなかなか全てを見ることはできないので、いつもは2回ほど行きます。でも今回は足の状態がまだ完璧ではなかったので、1回しか行くことができませんでした。しかも全てのスタンドを見ることはできず、どうしても見たいいくつかのスタンドを回ることにしました。少しずつ慣らしていき、また完治したら元気に飲みの市散策をしたいと思っています。秋の飲みの市シーズンなので、寒くなる前に皆さんにお見せできたら嬉しいなと思っています。購入した商品のご紹介です。こちらの素材はテールドフェールのようなのですが、ミニチュアサイズです。実際におままごとで使っていたのか、それともドールハウスのようなコレクションのために作られたのか定かではありません。でももしおままごとをこんなに素敵なお皿でしていたら、情緒豊かな子供に育ちそうですね。同じお店で以前購入したミニチュアのコンポティーです。小さいのにしっかりコンポティーの形をしていて、とても可愛いと思い一目惚れでした。今回小さなスズランのグラスも見つけました。アルコール度数の高いリキュールを入れて飲む食前酒とか食後酒に使われていたと思われますが、私はそれこそスズランを入れても可愛いかなと思っています。フランスでは5月1日がスズランの日とされていて、大切な人にスズランを贈る習慣があります。5月1日にこのグラスたちを使えたらいいなと思っています。この3つのグラスは以前バンブの飲みの市で購入しました。色が微妙に違いますね。
ディゴアンサルグミンヌのカンヌシリーズを2枚買いました。こちらはディゴアンのシリーズの中でもとても好きなシリーズです。色のグラデーションが綺麗だなと思っています。今回購入したこの2枚は微妙に大きさが違うのです。以前他の飲みの市でデザート皿を購入したことがあるので、カンヌシリーズのデザート皿は2枚になりました。また他の飲みの市でもう一回り小さいパン用かと思われる小さなお皿を購入しました。違うサイズのお皿が3種類となりました。こちらも違う飲みの市ですが、このシリーズの中で最も気に入っているラビエです。少しずつ揃ってきて嬉しいです。ショワジールロワです。このシリーズは以前インターネットで見かけていつか欲しいなと思っていたシリーズです。平皿1枚とスープ皿を2枚購入しました。レギュミエはすごく悩んだのですが、かさばるので諦めてしまいました。足への負担も考えてあまり重いものを持てなかったという理由もあります。でも編集しながらやはり少し後悔をしていて、頑張って購入すればよかったかなと思っています。またいつか出会えたら購入したいと思っています。飲みの市はそんないつか出会えるかななんて考えながら待っているのも楽しい瞬間です。裏側に少しシミがあるのですが、表からはわからないのであまり気になりません。色も柄もとても気に入っています。ムーランデル・エ・アマージュのニースシリーズです。ニースは南仏にある都市の名前で美しい海岸があります。私はまだ一度しか行ったことがないので、またいつか行きたいなと思っています。貫入がたくさん入っていますね。このバックスタンプは1928年から1962年に使われていたものと思われています。こちらは同じ窯の同じシリーズなのですが、貫入が全く入っていなくてツヤツヤとしていて、なんだか雰囲気が全く違います。以前の私はツヤツヤした方が好きだったのですが、今では右側の貫入が入ったアンティークのような雰囲気を出しているお皿の方が好きになりました。時代的にはまだヴィンテージのお皿ですが、とてもいい色だなと思って気に入りました。クレユエ・モントローのリノットシリーズです。リノットとはムネアカヒワという鳥の名前です。私は鳥の名前に詳しくないのですが、日本ではあまり馴染みのない鳥のように思えますが、皆さんはご存知でしょうか。鳥の巣も描かれていて、とても可愛いです。形からしてラビエだと思うのですが、足がついているものを初めて購入しました。
バックスタンプがないのですが、このシリーズは一つ持っていたのですぐにリノットシリーズだと分かりました。こちらが以前購入したクレイユエモントローのリノットシリーズです。青色が濃くて絵もはっきりと見えます。このシリーズもとても好きなシリーズなので、また少しずつ集められたら嬉しいなと思っています。皆さんはどちらの色の方が好きでしょうか？ジアンの卵巣シリーズ、1枚12ユーロとちょっと私にとっては高額だったので1枚だけ購入しました。よく見ると鳥もいてとても可愛いです。先ほども言ったように卵巣とは唐草の葉飾りのことなのですが、葉が曲線的に描かれていて美しいなと思っています。バックスタンプは1886年から1938年に使われていたものです。ほぼアンティークの域に入ったお皿となります。こちらはフィギュリーヌ・アンティキテさんで購入したラビエになります。25ユーロと私にとっては少し高額なのですが、ラビエは出回るのが数少ないので仕方がないかもしれません。出会えたことをとても幸運なことだと思っております。波打つレリーフも美しいです。静かな時の流れを感じていつまでも眺めていられるラビエです。こちらは少し前にシャトゥーの飲みの市で購入した同じシリーズのスーピエールです。私が持っているコレクションの中で最も高額なものになっております。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけますととても励みになります。今後も皆さんが楽しんでいただけるような動画配信を心がけますので、どうぞよろしくお願いいたします。